おはよう。あれ、誰も来てない。もしかして私が一番乗りですか？珍しい。それにしても眠いわ。おはよう。今日早いね。でしょ。なんで？目覚ましの時間を1時間早くかけちゃって。あ、そうなんだ。そうだからちょっと珍しく。1時間も？二度寝とかしなかったの？そう、今日はスッて起きれた。珍しい。おはよう。なんか眠そうだね。マジ眠いもん。なんで夜更かしした？まだ目が半起き。ちょっとアニメをね、昨日の夜めっちゃ見てたら、今日の朝起きるの大変すぎて。やだ。いつも言ってるよね、それね。めっちゃ家すぐそこなんに。でもガン出してきた。でガン出してきたんだ。で美女いい？美女はいいよ。すごい前髪崩れてないね。そう、朝頑張った。おはよう。おはよこれさ、先生に渡されたんだけど、どうした？嫌な予感がする。何？怖いんだけど。成績評価？すごい。学力テストはい、ということで皆さん今日は私たちが本当に恐れていたあの企画がやってまいりました。何ですか？恐れていた企画とは。はい、ということで今回は一種ガチ学力テスト。全然勉強してないよ。抜き打ちすぎない？ついに来てしまいました学力テスト。この後早速皆さんには5教科のテストを5教科？はい、なんと5教科しっかりあるらしくて、この5教科はですね、今回国語、算数、理科、社会、英語の5つで、学力テストに挑戦します。みんな得意な科目とかありますか？一応数学が得意です。理系リーダー。助かります。私はもう完全文系なので。でも文系得意なの羨ましい。本当に社会ができない。すごく心配。あなたは？私体育ないですね。りんちゃんはどうですか？逆にこれ苦手かもとか。苦手かも。慣用句とか出てきたらまずいかも。国語。はあ、確かに慣用句とか難しそうですね。ということで改めてこのテストは5教科なんですけど、それぞれ各教科3問ずつで全部で15問、1問1点みたいな感じで15点満点で、テスト終了後に全員の点数を集計して学力ランキングも発表します。わー、やばいじゃん。頑張って私。ということで果たして私たち一種の中で一番学力が高いのは誰なのか。学力テストスター一旦次。あ、間違えた。ト。いやマジで理科1個もわかんない。わかる。やばい。思い出した。おー、終了です。なんとか埋めた。でした。はい、お疲れ様でした。はい、ということで全教科の採点が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。テスト解いてみてどうでしたか皆さん。楽しかったけど緊張した。なんか謎のなんかドキドキ感が。わかる。鉛筆持った瞬間にやばかった。制限時間あるしね。ね。テストってさ。15分ね。それではここからみんなの回答を教科ごとに見ていきたいと思います。はい。まずはこちらの問題。次の慣用句の四角に共通して入る体の一部を漢字で書きなさい。はい。答えは顔でした。顔。じゃ
なんだ。みんなの回答をまとめて見てみましょう。どうぞ。あ、全員違いますね。目、腹、腕、耳。おお、みんなバラバラしかも。顔が立つと顔を潰す。そうだね。顔を潰すなんかメンツ。が潰れるうね。ん。なんか顔が立つ、顔潰す。そうか、確かに言われてみれば。なるほどね。じゃあ次に行きましょう。はい問いに次の四字熟語の四角に当てはまる漢字を書きなさい。答えはこちら。公明正大正大。身程度。じゃあこれは全員の回答をまとめてみてみましょう。どうぞ。ちょっとね。これって1問正解じゃなくても2問正解しないともらえないってことですよね。そうか。当たってるのに1個だけ。ゆきちゃんでも1個目は全く分かりませんでした。ね。でもなんかみんな全員合ってそうななんか。そう、ぽ雰囲気いの。ねみんなぽいんだよ。ね。むずい難かった。知らなかった本当に難しい。じゃあ問題3番目もいってみましょうか。はい問いさんこちら。次のことわざの四角に入る言葉を書きなさい。はい名乗りのが正解してるということで。やった正解教えてください。せーの柿8年。おお。この柿はこれね果物の柿ってことですか？そうだと思う書けなかった。そうなんだ。ということで、じゃありんちゃんの回答見てみましょう。こちら。お、惜しいじゃん。柿なし100年でも惜しいね。柿はなんか柿な気がしたんだけど、なんか梨も入れてみた。柿なし100年いやー桃栗ってきたらね。でも単語1個合ってるから。なんで一なんだよそうそうそう、かすってる。かすったね。そんなね、ちゃんと関連付けた答えを書いてる3人ですけれども、私は全く違いまして、桃栗3年、俺イケメン。ラーメンつけ麺。カメラマン俺イケメンじゃないのよ。めっちゃすいません。あれこれって僕イケメンでしたっけ元ネタ？僕イケメン。僕イケメン。そう、もうなんかいろいろ惜しくてちょっと恥ずかしいなっていう。じゃあまず問1。福の8の段をすべて答えなさい。はいこちらの正解者はなのりのりん。なんと私不正解です。どういうこと？どういうこと？なんで？その理由は後ほど説明するとして、じゃあまず8の段を皆さんじゃあ一緒に言ってもらってもいいですか？はいせーの81が8、8に16、83、24、84、32、85、40、86、48、87、56、88、64、89、72でした。じゃあゆきちゃんの答えを見てみましょう。こちら。81が8、8に16、83、24、84、32、85、40、86、48、87、56、88、64、8、72、8×10、80。それをか。はい、なんでかける10まで書いちゃったの？なんか過不足があったらいけないなと思って一応どういうことどういうことなんか変な考えが回っちゃって、そういうこと学校で皆さん10まで言うなんていうバカなことはしないようにしてください。ククだからねはい、次の問題に行きましょう。問題に次の図形の色をつけた部分の面積を求めなさい。こちらの正解者はなのゆうきりん。あれ？あれ？じゃあ数字を皆さんで言いましょうか。はいはい。せーの、150平方メートル。はい、ということで、じゃあさあ、いのちゃんのりのの答えを珍回答は。こちらです。あれ？あ、そうなるほどね。しかも約って何？約っていらない。約いらない。1回目にね。そう自信なくしちゃったのかな？そう数あってんのに。数あってんのに3って書いちゃいました3か。奥行きまで惜しいけど、約はちょっとよくわかんないかも。約は何？約はよくわかんない。すいませんちょっと保険かけましたでもなんかこれもほぼみんな正解みたいな節ありますよね。いいですか本当にそう。はいはいはいほぼね。惜しいな。じゃあ問いさんいきましょう。ある商品を1250円で仕入れました。これに 30% の利益を加えて定価を決めました。定価は何円か求めなさい。はいはいこちら全員の回答をまとめてみてみましょう。お、全員正解やん。わー、1625円。利益みんな筆算してるいやもう筆算なんていつぶりって感じなんですよ。わかる素晴らしい。ということでここまで2教科が終わりましたけど、もう私ビリな予感しかしないですけど大丈夫そうですか？こっからですよほんまにこいやいや、ここからも私やばい絶好調なんでね。もうこっから。問題1。
図はモンシロチョウの成虫の体の作りを表したものです。あからうの部分を何と言いますか？お、こちら正解者いますね。りんちゃんです。答えをどうぞ。はい。あは頭、いは胸、うは腹です。おお。そんな簡単だったの？素晴らしいです。よかった。すごいじゃあありがとうなのちございますゃん、りのちゃんの答えがこちら。あ腹部、お尻、目、胴体。お、なんかどっちも合ってそうな。確かに。惜しくない？惜しい。大体一緒みたいな。大体一緒やんな。もっと簡単に考えてよかったんだ。ね、なんかもう難しくひねっちゃった。ね、そう。わかんの。じゃあ最後私の回答こちらです。頭ですよね。いやーわからん。わかりませんって。あいうえお作文をしてました。ねよく考えついたね。本当にちょっとわかんなくて。逆に頭柔らかいかも。ね、確かに本当に芸術点あるからいや芸術点。めちゃめちゃ励ましてくれています。では問いに、図は夏の東の空で見られた星座の様子を表したものです。あからうの星座はそれぞれ何座ですか？はい、じゃあ答えを言います。あがこと座、いが白鳥座、うがわし座でした。じゃありんちゃんの答えこちら。でがでね。だよね。だよね。星座じゃなくて星の名前か。これは。そう。すごい。わかんなすぎて。わかる。なんでもこれしか頭になかった。ね。まずここの水準にいってるというのがね素晴らしいなと思うんですけど。星の名前か。ではなのゆうきりのの回答がこちら。乙女座、蟹座、魚座。そう、もう分かってるものを埋めた。なんか私だけさっきから方向性が違うかも。オリオンオリオンオリオン。オリオンやばい。まあ全然違いましたねということで。難しい。またしても星座新回答。星座なんてやってないです。こと座はわからん。いや白鳥座だっけ。ということで問いにでした。はい。じゃあ問い3に行きます。そいさん何？バネを引く力の大きさとバネの伸びの間には比例関係がある。このことは発表したイギリスの科学者の中から何の法則と呼ばれているでしょう？この答えはフックの法則。うわ、聞いたことある。懐かしい。ではなのゆうきりん回答こちら。ニュートン、フレミングです。フレミングってこれじゃない？これですよね。もう絶対違うなと思いつつ、ね、違うよねって書いたもんここに。違うよねってりんちゃんも書いてますね。じゃありのちゃんの回答も見てみましょう。はい。こちら。慣性の法則。あなんですか？あるよね。ある。あるっけ？進み続けるみたいな。そうそうそう。イギリスの科学者の名前から取ってるということなので。あ、そっか。あ、そういうこそうだから感性さんいると思った。と？あ、そういうことか。確かに。慣性フロムイギリスが完成。爆誕してしまう。確かにね。全然問題読んでなかった。問題1。杉田玄白らは〇〇を出版し乱獲の基礎を作った。これ全員の回答まとめて見てみましょう。どうぞ。イエーイ。危ねえ、思い出せてよかった。これマジで途中でめっちゃひらめいたの。ペーンってひらめいてかけたから、それでひらめかなかったらなのだけ不正解になってたわ。よかったマジで。いやー素晴らしいですね。これは覚えてました。じゃあ問題2。主な工業地帯や工業地域が集まっている下の地図中に帯のように広がっている四角の範囲を何と言いますか？私とリンの答えがこちら。はい。太平洋ベルト。あー、やばい。懐かしい。聞き覚えあるな。太平洋ベルトね。やったやった。でしたね。めっちゃやったわ。危うかった。では、りのちゃんの答えがこちら。集中的工業地帯。あー、でもこういうのあった気がするよ。集中工業地帯みたいな。全部正解っぽく書くのすごいマジで才能かもしれない。なんか排他的経済水域みたいな。集中的工業地帯みたいな。確かに。では、最後なのちゃんの答えこちら。横断幕。体育祭でしょうか。でもごめん、ほんまに分かんなかった。これに関しては埋めた。本当に絶対優分かんなかった。勝しようぜ。空白はね、なしで。そう、空白にしたくなくて確かに。横断幕って書きました。ということで、問題3に行きます。こちらの何々県を当てる問題ですね。ではりんちゃんの答えがこちら。立法権、行政権。おー、すげえ。さすが。これだ。これマジで危うかった。すごい。続いてこれだわゆうきりのなのの答えがこちら。政権、参政権、いい勝負してるな。親権、政治権、選挙権、控訴権、民主権、行政権、立法権。ああ、じゃあ勇気惜しかったじゃん。うわー、すごい。
悔しいですね。悔しい。悔しい。さすがのりんちゃんでした。問題1、ブックの本以外の意味を答えなさい。ナノ勇気の答えがこちら。予約する。すごい。いや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 、もうこれだけね。これだけですよ本当に。すごい、全然わかりませんでした。ブッキングとか言うじゃん。そうですね。ブッキング.com。じゃありんちゃんの答えがこちら。ちょっとしょうもないです。読む。あ、確かに。まあまあこう連想系でね。確かに確かに。本は読むもんですからね。確かにブックブックだったら本を読むってことだ。はい、ブックブック。アイブックアップ。じゃありのちゃんの答えがこちら。はい。本当？何この？なんでこれ感情がなんか意外な本じゃないかなと思ってなんかこうちょっとバックみたいな。本って漢字使われてるからじゃん。本に引っ張られすぎてね。でなんかさ、ブって破裂音だからさ。面白い。You're back みたいな。You're back みたいな。ちょっと使いたいかもこれから。では笑いありがとう。問い2に行きましょう。How come を日本語にしなさい。私の答えがこちら。どうして？すごい。そうなんだ。そうですね。これはなんでとか why と同じ意味知らなかった。みたいです。では、りのなのりんの答えがこちら。こっちか。どうやってきますか？どうする？どうする惜しくない？確かに。なんだっけ？どうなんだっけ？正解なんだっけ？どうして？どうしてどうする。おお。なんでってこと？なるほどね。確かに。じゃあ最後の問題3に行きます。2つの英文が同じ意味を表すように四角に適当な言葉を書きなさい。Let's have a cup of coffee と同じ意味のhave a cup of coffee in 勇気の回答がこちら。Shall we have a cup of coffee やったわ高校の例文で。でした。まあ Shall we が含まれてコーヒーを一杯飲みませんか？あとなんか Shall we dance とか一緒に踊りますかみたいなお誘いするときに使う表現。ナノリノの回答がこちら。Can you have a cup of coffee? Can I have a cup of coffee? 会話してる？うちら。すごい。通じ合ってる。会話してたらしい。これってレッツハーバーカップオブコーヒーってさ、カップの中にコーヒー入れてくださいってこと？いや、一緒にコーヒー飲もうよっていう。そういうこと？そうなんです。あ、そうなの。もうリーノずっとなんかマイタンブラー持ってて、カップの中にコーヒー入れてもらっていいですかっていうあれかと思ってキャナイってあれだったんだけど。なるほどね。そういうならそうリノが正解、リノが法。ということで以上で全ての回答が出揃いました。皆さんやってみてどうでしたか？いやもうね。壊滅的でしょ。赤点だよ赤点。です本当に。です。偏りがすごい。赤点祭りなんもうですよ。歩行です。それではお待ちかねの成績発表に移りたいと思います。今回は1問1点全15問15点満点で順位を発表していきたいと思います。はい。最下位は最後にして3位から発表します。第3位はじゃん、6点。ビリは免れたぞ。すごいのかな。3位だよ。いやでも理系での特に無双プリがね見られましたよね。確かに算数だけ満点でした。いや素晴らしいです。いや満点取れてんのでかい。じゃあ続いて第2位に参りたいと思います。第2位は勇気7点。おお。どんぐりの背比べというところですね。お願い。大丈夫まだあるよ。ということでまだある。栄えある第1位はりんちゃん8点。おお。すごい6、7、8。すごい上がってってる。わお。ということで一種一の秀才となったりんちゃん、今のお気持ちをお願いします。なんかたまたまです。
ら謙遜しちゃっていやいやいや、オッケーオッケー。じゃあはい、私が王です。今日からよろしくお願いします。すごいじゃん。すごい切り替えが私が王です。秀才マンネでございました。秀才マンネマジですごい、本当にすごい。素晴らしい。じゃあ残しましたところ、第4位はドゥク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 その願いはジェンリノさんです。私でブック死ぬ。ブックということで、はい、りのちゃんの点数は4点でした。もうどんぐらいの背比べや。ということで今回は一種の学力テストをお届けしました。皆さんどうでしたか？めっちゃ楽しかったです。楽しかった。いやなんかもうドキドキ感も含めて楽しかった。わかる。わかる。途中さ、解きながらさ、あと何分ですって言われる感じもさ、やばいあと何分あるみたいな。ね。それとかも本当に懐かしくて。超懐かしい。楽しかった。答え合わせ出るまでのあの答え何にしたっていうこの喋りもすごい確かにわかる楽しかったです。学生時代を本当に戻りたい。思い出しました。最高。ということで以上いいしでした。バイバイ。バイバイ。